カーミンは以前の任務で本来なら自分が撃たれるはずだった場面で仲間が身を挺してかばい、そのまま命を落とした過去を抱えている。その出来事への罪悪感は今も消えていない。だからこそジェイドに同じことが起きるかもしれないと思うと、どうしても任務から遠ざけたかったのだ。だがジェイドもまたカーミンの身を案じていた。自分だけ任務から外されたことに納得できず、怒りを隠そうともしない。そのそっけない態度を前に、カーミンは勤務中であるにもかかわらずジェイドをボクシングジムへ連れて行く。そして怒りの矛先を自分に向けさせ、思い切り発散させた。こうして2人はあっという間にわだかまりを解いていく。皆さんこんにちは。 BL ホリックのムーニンです。ネタバレを含むのでご注意を。では早速始めましょう。すぐに3船が国外へ逃亡するとの情報が入り、警察は総動員で確保に動き出す。逃走する3船を追い詰めたのはジェイドだった。激しい格闘の末、遅れて駆けつけたカーミンが3船の足を打ち抜く。カーミンが即座にジェイドの無事を確認しようとした。その一瞬の隙をついて3船が地面に落ちていた銃を素早く拾い上げ、カーミンに向けて引き金を引こうとする。だが次の瞬間、ジェイドが先に一発を撃ち込んだ。しかしこの発砲は正当防衛であっても問題視される可能性がある。処分が下るかもしれない。その夜、張り詰めていた糸が切れたかのように、ジェイドは思い切りカーミンに甘えた。翌日、ファイの薬物検査結果を携え、法医のプットが局を訪れる。カーミンはファイの遺体を改めて詳しく調べたいと申し出る。プットは静かにうなずき、それを引き受けてその場を後にした。その頃、息子チャンプと連絡が取れない父親が警察局を訪れる。だがカーミンは彼と真正面から対立する。相手は議員という立場にあり、その影響もあって長官はカーミンをこの件から外す決断を下す。銃とバッジまで取り上げられ、事実上の謹慎処分となった。一方、張本人であるチャンプは真実か挑戦かと書かれた手紙を受け取る。そしてシェリーンに危害を加えるため彼女を郊外へ連れ出していた。飲み物に薬を混ぜ眠らせることに成功する。だが自分もまたすでに犯人に薬を盛られていることには気づいていなかった。ハンドルを握ったまま視界が揺れ、意識が遠のいていく。次の瞬間、チャンプは運転中に気を失った。カーミンの方は諦めない。密かにジェイドに付き添い捜査を続ける。そして思いもよらない事実にたどり着く。あるはずのファイの遺体が消えていたのだ。さらにホーイ・プットのオフィスにはファイとの親密そうな写真が並べられている。ナースの証言によれば2人は恋人同士だったという。そしてノートにはびっしりと復讐計画が書き込まれていた。だがプットはすでに辞職し姿をくらましていた。ジェイを見舞いに向かったカーミンだったが、病室にジェイの姿はなかった。不審に思い監視カメラの映像を確認すると、ジェイが自らの意思で病院を出ていく様子が映っている。その瞬間、ジェイにも例の手紙が届いたに違いないと察し、カーミンはすぐにジェイドへ連絡を入れ、ジェイの行方を追い始める。その頃、ジェイは犯人の誘いに応じ、郊外の人里離れた屋敷へと足を踏み入れていた。そこで待っていたのはプットだけではない。死んだはずのファイもまたそこに立っていた。かつてファイはジェイだけは自分を救ってくれると信じていた。だがジェイは全てを知りながら目を背けたのだ。タイムとトンクラが密かにファイのビデオを撮影していたことも、その映像をベルとシェリーンがオンラインで売っていたことも、彼らの卑劣な行為をジェイは知っていた。望まぬ形で子供を降ろさせられ、追い詰められたファイは自ら命を絶とうとする。その絶望の淵でただ一人手を差し伸べたのがプットだった。プットは彼女に一時的に心停止を引き起こす薬を投与し、救急搬送の混乱の中で死を偽装する。そして救急車の中でファイを地獄から引き戻した。
それを境に2人は静かに、そして綿密に復讐計画を進めていく。ここでシェリーンかチャンプのどちらかを選べば J は生き延びられる。だが彼は最後まで誰も選ばなかった。それならお前が死ね。静まり返った空気を切り裂くようにプットの銃声が響いた。続いてファイはチャンプとシェリーンを檻に閉じ込める。どちらかが勝てば解放してやると静かに言い渡す。シェリーンは最初からその約束を信じていない。だがチャンプはわずかな可能性でもあるならと、その希望に必死にすがりつく。2人が死闘を繰り広げる中、カーミンはついにファイの元へとたどり着き、銃を突きつける。だがその瞬間、チャンプはためらいもなくシェリーンに斧を振り下ろした。その光景をファイは満足げに見つめ、そして鉄格子を開けるリモコンをチャンプの足元へ投げ入れた。カーミンがその一瞬そちらに気を取られた隙に、ファイはカーミンの腹をナイフで刺す。そのまま自ら鉄格子の中へ入り、内側からロックした。次の瞬間、ファイは迷いなくチャンプへ斧を振り下ろす。これで全て終わりと言わんばかりに、カーミンへ向き直り、両手を上げていつでも逮捕していいと告げる。だが背後ではまだ息のあったチャンプが最後の力を振り絞って、振り上げられた斧が今度はファイの体を裂く。その頃 J はプットに捕らえられ、発火剤を握らされたままジェイドを脅していた。カーミンか J かどちらか一人を選べと迫られる。だがジェイドはその脅しに従う男ではない。周囲の状況を一瞬で見極めると、迷いなくプットに向けて一発を撃ち込む。発火剤が地面に落ち、たちまち炎が広がり、プットは火に包まれた。ジェイドは素早く J を引き寄せ、その場から救い出す。だが逃げていく2人の背中を見送りながら、プットは爆弾を起爆した。残された時間はわずか1分だった。J を外へ連れ出すと、ジェイドはすぐさま建物へ戻り、今度はカーミンを救い出そうとする。やがてジェイドとカーミンは重傷のチャンプを抱えながらビルを脱出する。その直後、背後で爆発音が轟いた。幸いにも J は無事に病院へ搬送された。チャンプは命こそ取り留めたものの、神経が深く損傷しており、回復は不可能だという。プットもまた重度のやけどを負い、無菌室での治療を余儀なくされた。こうしてこの事件は誰一人救われることなく幕を下ろした。事件が終結した後、カーミンはジェイド、ユー、リーを誘い、海辺へと休暇に出かけた。And I simply can't deny, I feel like I could fly. I've never been so high. I don't do goodbye. また次回お会いしましょう。ではでは。Contigo yo siento que vuelo.